今日は京都の平安の美の市へ行ってきたので、その様子を配信したいと思います。京阪電車の三条駅から徒歩で向かいました。最寄りはバス停の駅なので、三条の駅からは徒歩20分ぐらいかかるかな。でも私は歩くのが好きなので、この日もテクテクと行ってきました。平安神宮前にある岡崎公園というところで、毎月10日前後に行われている飲みの市です。日本の骨董品などもあるんですけど、圧倒的にヨーロッパとかアメリカとか買い付けの海外のアンティークヴィンテージ品のお店がすごく多いです。なんかこんな海外のおもちゃとか家具とか雑貨系ですね。ここのお店もすごく可愛くて、ヨーロッパ買い付けのものが多かったかな。ちょっと動画を撮らせてもらいました。飲みの市が私は大好きでよく行くんですけど、お部屋に置くっていうよりはアトリエ兼ショップにディスプレイとして飾ったり、好きでよく行くんですけど、あまり物を持ちたくないっていう思いもあるので、厳選して選んで行ってます。なんか実際に使える実用的なものとか選ぶようにしてますね。例えばお店で使える花瓶とか、あとなんか定規とか、裁縫に使えるものだったりっていうのを選ぶようにしてます。毎回たくさん買うわけじゃなくて、行くたびに1点2点とかちょっと厳選して、あまり物が増えすぎないように注意しながらお買い物を楽しんでいます。この飲みの市自体のすごい雰囲気が好きなので、遊びに行くだけでも楽しくて、平安飲みの市はちょっと遠いので行くまでに1時間ちょっとかかっちゃうので、たまにしか行けないんですけど、アトリエの近くの四天王寺さんで行われている飲みの市にはよく行っています。なんかちょっと和っぽいものとそうですね。ヨーロッパ買い付けと、ヨーロッパはね、ちょっと好まれているんです。ここに住んでいるお兄さん。そうなんですね、お父さん。なんかそれぞれの飲みの市によってこう集まっているショップのテイストが異なるので、ちょっとずつ違って楽しいですね。平安飲みの市はもう圧倒的に海外ものが多いので、その雰囲気がすごい私は好きなのでワクワクしますし、四天王寺さんは四天王寺さんで日本の骨董品が多いんですけど、その中から掘り出し物を探して、なんかちょっと昭和レトロなものとかもあったりするので、そういうのも楽しいです。ちょっと和っぽいお皿屋さんとかがあったりもしました。器もね、もうめっちゃ欲しくなるんですけど、あまり集めないように厳選してたまに買うっていう感じです。ここはデッドストックの日本の陶器の食器を取り扱ってるお店でした。こういう路面店だけじゃなくて、リアルに雑貨屋さんをされているショップも多くて、結構そういうところはディスプレイが可愛かったり、セレクトアイテムが可愛くて見せ方も上手だなっていう印象があります。
なんかね、掘り出し物を探す感覚なんですよね。こういう古いものを見てる時って。私はバッグブランドをしているんですけど、ヴィンテージとかではないんですけど、デッドストックの、新品だけど保管してた生地とか、あとちょっとサンプルの生地とか、お洋服になれなかったような素材を買い付けてアップサイクルしているので、一点物が多いんですけど、なんかそういう一点物っていうところに惹かれる傾向があります。それからここはお知り合いのショップさんで、モスリンさんというお店ですね。毎月四天王寺さんののみの市とお大師さんにも出店されているショップさんで、出店場所によってちょっとずつこうラインナップとかテイストを変えているみたいです。かわいいパンダちゃん。こっちの奥に行くと平安神宮があるっていう感じですね。その手前に何百ってあるのかな、100店舗以上は並んでいると思います。ここはね、ぬいぐるみ専門店でした。なんか古いぬいぐるみって表情がちょっとね、今のぬいぐるみと違ってユニークですよね。感じで飲みの市一周回ってきました。